皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。ストレスがたまりすぎると、ちょっとしたことで爆発しそうになるよな。ストレスがたまりすぎると、ちょっとしたことで爆発しそうになるよな。ストレスがたまりすぎると、ちょっとしたことで爆発しそうになるよな。無理しすぎると、後で反動が来るから気をつけた方がいい。無理しすぎると、後で反動が来るから気をつけた方がいい。無理しすぎると、後で反動が来るから気をつけた方がいい。ネガティブな感情を押し込めても、結局どこかで爆発するんだよな。ネガティブな感情を押し込めても、結局どこかで爆発するんだよな。ネガティブな感情を押し込めても、結局どこかで爆発するんだよな。たまには何もしない日を作らないと心が持たないよね。たまには何もしない日を作らないと心が持たないよね。たまには何もしない日を作らないと心が持たないよね。イライラしたときは深呼吸するだけでも気持ちが落ち着く。イライラしたときは深呼吸するだけでも気持ちが落ち着く。イライラしたときは深呼吸するだけでも気持ちが落ち着く。気分が落ち込んでるときは無理に元気を出そうとしない方がいい。気分が落ち込んでるときは無理に元気を出そうとしない方がいい。気分が落ち込んでるときは無理に元気を出そうとしない方がいい。人に頼るのが苦手だけど、全部自分で抱え込むとしんどくなる。人に頼るのが苦手だけど、全部自分で抱え込むとしんどくなる。人に頼るのが苦手だけど、全部自分で抱え込むとしんどくなる。自分の気持ちに正直にならないと、ストレスがどんどんたまる。自分の気持ちに正直にならないと、ストレスがどんどんたまる。自分の気持ちに正直にならないと、ストレスがどんどんたまる。忙しすぎると、気づかないうちに心の余裕がなくなってることがある。忙しすぎると、気づかないうちに心の余裕がなくなってることがある。忙しすぎると、気づかないうちに心の余裕がなくなってることがある。頑張らなきゃって思いすぎると、逆にうまくいかなくなることが多い。頑張らなきゃって思いすぎると、逆にうまくいかなくなることが多い。頑張らなきゃって思いすぎると、逆にうまくいかなくなることが多い。完璧を求めすぎると、どんどん自分を追い詰めてしまう。完璧を求めすぎると、どんどん自分を追い詰めてしまう。完璧を求めすぎると、どんどん自分を追い詰めてしまう。もやもやした気持ちは、紙に書き出すだけでも整理しやすくなる。もやもやした気持ちは、紙に書き出すだけでも整理しやすくなる。もやもやした気持ちは、紙に書き出すだけでも整理しやすくなる。たまには一人でのんびりする時間を作るのも大事だよな。たまには一人でのんびりする時間を作るのも大事だよな。
たまには一人でのんびりする時間を作るのも大事だよな。好きな音楽を聴くと不思議と気持ちが落ち着く。好きな音楽を聴くと不思議と気持ちが落ち着く。好きな音楽を聴くと不思議と気持ちが落ち着く。他人と比べてもいいことないってわかってるのに、つい比べちゃうんだよな。他人と比べてもいいことないってわかってるのに、つい比べちゃうんだよな。他人と比べてもいいことないってわかってるのに、つい比べちゃうんだよな。これぐらい大丈夫って思ってるうちに、限界を超えてしまうことがある。これぐらい大丈夫って思ってるうちに限界を超えてしまうことがある。これぐらい大丈夫って思ってるうちに限界を超えてしまうことがある。不安な時は信頼できる人に話すだけでも気持ちが軽くなる。不安な時は信頼できる人に話すだけでも気持ちが軽くなる。不安な時は信頼できる人に話すだけでも気持ちが軽くなる。心が疲れてる時は身体も無意識に重くなる気がする。心が疲れてる時は身体も無意識に重くなる気がする。心が疲れてるときは、身体も無意識に重くなる気がする。何をやってもうまくいかない日は、思い切って休んだ方がいいかもしれない。何をやってもうまくいかない日は、思い切って休んだ方がいいかもしれない。何をやってもうまくいかない日は、思い切って休んだ方がいいかもしれない。感情をコントロールするのって言葉で言うほど簡単じゃないよね。感情をコントロールするのって言葉で言うほど簡単じゃないよね。感情をコントロールするのって言葉で言うほど簡単じゃないよね。深夜に考え事をすると、ネガティブな方向にしか進まないことが多い。深夜に考え事をすると、ネガティブな方向にしか進まないことが多い。深夜に考え事をすると、ネガティブな方向にしか進まないことが多い。たまにスマホを手放して、ぼーっとする時間を作るのもいいよね。たまにスマホを手放して、ぼーっとする時間を作るのもいいよね。たまにスマホを手放して、ぼーっとする時間を作るのもいいよね。悩みすぎると、結局何も決められなくなるんだよな。悩みすぎると、結局何も決められなくなるんだよな。悩みすぎると結局何も決められなくなるんだよな。他人の目を気にしすぎると自分らしく生きられなくなる。他人の目を気にしすぎると自分らしく生きられなくなる。他人の目を気にしすぎると自分らしく生きられなくなる。気にしないって思おうとしても、そう簡単にはいかないんだよね。気にしないって思おうとしても、そう簡単にはいかないんだよね。気にしないって思おうとしても、そう簡単にはいかないんだよね。頑張りすぎたときは、自分によくやったって言ってあげてもいいと思う。頑張りすぎたときは、自分によくやったって言ってあげてもいいと思う。
頑張りすぎたときは自分によくやったって言ってあげてもいいと思う。疲れたときは好きなものを食べるだけでも少し元気が出る。疲れたときは好きなものを食べるだけでも少し元気が出る。疲れたときは好きなものを食べるだけでも少し元気が出る。考えすぎて眠れないときは一度全部手放してみるのもありかも。考えすぎて眠れないときは一度全部手放してみるのもありかも。考えすぎて眠れないときは一度全部手放してみるのもありかも。うまくいかないときほど深呼吸して一度冷静になるのが大事。うまくいかないときほど深呼吸して一度冷静になるのが大事。うまくいかないときほど深呼吸して一度冷静になるのが大事。どうしようもないことを考えてもただ苦しくなるだけなんだよな。どうしようもないことを考えてもただ苦しくなるだけなんだよな。どうしようもないことを考えてもただ苦しくなるだけなんだよな。焦って決めたことってだいたい後悔することが多い。焦って決めたことってだいたい後悔することが多い。焦って決めたことってだいたい後悔することが多い。大丈夫、大丈夫って自分に言い聞かせるだけでも少しは楽になる。大丈夫、大丈夫って自分に言い聞かせるだけでも少しは楽になる。大丈夫、大丈夫って自分に言い聞かせるだけでも少しは楽になる。落ち込んでるときは意外と小さなことで気持ちが軽くなることがある。落ち込んでるときは意外と小さなことで気持ちが軽くなることがある。落ち込んでるときは意外と小さなことで気持ちが軽くなることがある。ポジティブになろうとするよりネガティブな自分を受け入れる方が楽かもしれない。ポジティブになろうとするよりネガティブな自分を受け入れる方が楽かもしれない。ポジティブになろうとするよりネガティブな自分を受け入れる方が楽かもしれない。何かに夢中になってるときは余計なことを考えなくて済む。何かに夢中になってるときは余計なことを考えなくて済む。何かに夢中になってるときは余計なことを考えなくて済む。頑張るのも大事だけど、無理しないことの方がもっと大事かも。頑張るのも大事だけど、無理しないことの方がもっと大事かも。頑張るのも大事だけど、無理しないことの方がもっと大事かも。一度気になりだすと、どんどんネガティブな方向に考えがいってしまう。一度気になりだすと、どんどんネガティブな方向に考えがいってしまう。一度気になりだすと、どんどんネガティブな方向に考えがいってしまう。自分のペースを崩さないことが一番のストレス対策になると思う。自分のペースを崩さないことが一番のストレス対策になると思う。自分のペースを崩さないことが一番のストレス対策になると思う。泣きたいときは無理に我慢しない方がいいんだよな。
泣きたいときは無理に我慢しない方がいいんだよな。泣きたいときは無理に我慢しない方がいいんだよな。リラックスするためにやってることが逆に義務になってストレスになることがある。リラックスするためにやってることが逆に義務になってストレスになることがある。リラックスするためにやってることが逆に義務になってストレスになることがある。心が疲れたときはいつもより少しゆっくり歩いてみるのもいいかも。心が疲れたときはいつもより少しゆっくり歩いてみるのもいいかも。心が疲れたときはいつもより少しゆっくり歩いてみるのもいいかも。どんなに気をつけてもストレスゼロの生活なんて無理だよな。どんなに気をつけてもストレスゼロの生活なんて無理だよな。どんなに気をつけてもストレスゼロの生活なんて無理だよな。本当にやりたくないことは思い切ってやめてもいいんじゃない？本当にやりたくないことは思い切ってやめてもいいんじゃない？本当にやりたくないことは思い切ってやめてもいいんじゃない？ネガティブなことばかり考えてるとどんどん深みにはまってしまう。ネガティブなことばかり考えてるとどんどん深みにはまってしまう。ネガティブなことばかり考えてるとどんどん深みにはまってしまう。気持ちを切り替えるのが苦手だけど少しずつ練習していくしかないな。気持ちを切り替えるのが苦手だけど少しずつ練習していくしかないな。気持ちを切り替えるのが苦手だけど少しずつ練習していくしかないな。何もしない時間があると逆に不安になることってあるよね。何もしない時間があると逆に不安になることってあるよね。何もしない時間があると逆に不安になることってあるよね。嫌なことがあった日はおいしいものを食べて気持ちをリセットしたい。嫌なことがあった日はおいしいものを食べて気持ちをリセットしたい。嫌なことがあった日はおいしいものを食べて気持ちをリセットしたい。メンタルを安定させるには生活リズムを整えるのが一番いいらしい。メンタルを安定させるには生活リズムを整えるのが一番いいらしい。メンタルを安定させるには生活リズムを整えるのが一番いいらしい。辛い時ほどどうにかなるって思った方が気が楽になるかも。辛い時ほどどうにかなるって思った方が気が楽になるかも。辛い時ほどどうにかなるって思った方が気が楽になるかも。自分を大事にすることが結局は一番のストレス対策なんだろうな。自分を大事にすることが結局は一番のストレス対策なんだろうな。自分を大事にすることが結局は一番のストレス対策なんだろうな。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。